昨年7年ぶりに新作が発売され、世界中で愛されている格闘ゲーム、ストリートファイター。そんな、ストリートファイターの実写映画が、ゴジラ、コング新たなる帝国、ドゥーンなどを手掛けたレジェンダリーピクチャーズ制作で2026年3月20日に米国公開予定であることを明らかになりました。現在、第2の黄金期を迎えている本シリーズの3回目の実写化に対する日本のネットの反応をご覧ください。ジャンクロード・バンダム元気？バンダムのやつは結構好き。詐欺師優とか、J 遅れ残儀とか、ハイレグ拒否キャミーとか、ワイヤーサイコクラッシャーとかもう見なくていいんですか？ストリートファイター。1994年版。当時絶賛稼働中だった、スト2をモデルに制作されたハリウッド映画。主人公はアメリカ制作だからかガイルになっている。当時よくあったゲームの実写化のため原作ファンからしたらツッコミどころしかないが、興行的にも成功を収め、今はツッコミどころも愛されて、カルト的なひときを誇っている。昔のスト2実写ザンギエフだけ本人レベルなのすごかった。今回はスト6ベースになるとか？もちろんキャミーはカイリー・ミノーグだよな。きたー。チュンリーよりチュンリーパパの戦闘シーンが気合入ってる映画。どうもベガです。せめて赤い服着てほしい。ストリートファイターザ・レジェンド・オブ・チュンリー。2009年に公開された人気キャラクター、チュンリーが主人公の映画。ゲーム内では中国人のチュンリーだが本作ではカナダ人のクリステン・クルックが演じている。イネセン・ケイフタ、徳丸俊弘、辻元春弘など当時のカプコン役員が制作総指揮として参加していたが、制作費$5000万に対して、興行$1200万という大爆死を遂げ、主演が可愛いこと以外特筆すべきことのないのでネタにもされないかわいそうな存在。ゲームの実写映画化ってリスペクト感じないよね。例外はバイオ1くらいか？スーパーマリオもあれはあれでリスペクトあっただろ。モーコンの映画はリスペクトの塊。サイレントヒルはゲームの雰囲気かなり再現してて映画としても面白いぞ。最後スカッとする展開なの好き。続編は妖怪マイチなんで見てないや。これとか、最近のハリウッドはアニメゲーム原作でもまともに作ってくれるパターンが多いから。ポリコレ汚染のひどいソニックに作らせたらチュンリーが黒人になりそうわら。制作はソニックじゃなくてレジェンダリーって聞いたけどどっちなんだ？制作がレジェンダリーで配給がソニックなのか。監修は最近日本の歴史に詳しくなった UBI で。歴史改変するからダメ。感情移入しやすい人種に変更しなきゃ。オロとエレナとダッドリー出せばポリコレ対応は十分だろ。スト6見ると容赦なくポリコレぶち込みそうだな。ケンの嫁さん黒人だし。リュウはゲイ。ブランカも絶対黒人。ジルを黒人に、レオンをラテン系に変えたソニック&カプコンコンビだぞ。その程度で済むわけがない。ミラ・ジョボビッチの時はストーリーだいぶ変わったけど、見た目は結構頑張ってたのにな。全員黒人で男キャラの5割はゲイにされて残りは女になるんでしょ。知ってる？黒人、ゲイ、イスラム教徒によるリアルなストリートファイト。デリューケン・チュンリー・ホンダ誰が黒人になるんです？キンバリーと DJ がいるだろ。主役はキンバリー。ジュリちゃん主役で、リリーとかアキアタリジェネ主人公。そのまんま再現するだけで人種関係は問題ないやろ。緑色とかいるレベルなんやから。ブランカは体が緑色なのはそういう色を塗ってる設定なんだと最近は。スト6もアフリカ枠ってことでエレナ参戦なんだってな。顔が全然アフリカじゃないところは向こう的には OK なんかな。一人ならともかくキンバリーいるんだし違うタイプにするでしょ。スト6は人種的な顔のタイプも多彩だし。洋画の時点で誰が作ろうが、ハブーケンみたいな気の抜けた感じになるので成功するの無理だろ。スト2時代と違って今のキャラなら奇抜さも抑えめだし実写でも再現しやすいと思う。スト6ベースなら JP は経済や政治的な暗躍をするボスキャラで映画にしやすいし。ルーク主人公なら総合格闘技だし必殺技もパンチで打ち出すサンドブラストだから発音的にも大丈夫。ルーク主人公で作るのかな。腕がポパイみたいになりそう。ベガ役はラウル・ジュリアで。マリーザちゃんは出ますか？あの巨体を再現できる女優どころか格闘家でもハードルが高いな。この流れでしれっと KOF も頼む。竜の吹き替えは新人俳優が声優初挑戦。ストに IP はもう昔の市場規模じゃないができるのかね。2ほどではないけど4前世紀の倍くらいの大会参加者が出るくらいには今勢いあって、シリーズ中2番目の波は来てるからやろうと思ったんじゃないかね。スト6ブームすげー。スト2の映画の収入が毎年1000万円レベルであるらしいな。実写スト2は今も利益を出し続けていると株主総会で話題になったな。やはりバンダム。
94年の映画まだ数千万の利益出してるらしいけどどういう仕組みなんだよ。あれは配信で長く見られ続けてるということなのかな？もちろん真田出てくるよね。キャプテン沢田を主人公にしろ。キャプテン沢田が主人公なら見るぞ。真面目なアクション映画にしてもいいけど、キャプテン沢田だけは出してくれないと嫌だ。めっちゃマリオに近い時期じゃん。ほんとだ、公開日1月差だな。マリオ映画 VS グランツーリスモ映画の再戦か。さすがに26年までストリートファイターは持たないだろう。盛り上がる何かがあるなら別だけど、基本対マンの格ゲーで盛り上げ要素はキャラ追加やストリーマーの対戦になるんだろうし。26年とか次世代機スイッチが猛威を振るいゴミ捨ての撤退が決まってておかしくない頃だな。モンハンも映画は大爆死してたし、こいつも華々しい爆死ぶりを見せてくれそう。言うてそこまで不評じゃなかっただろ。バイオにしろモンハンにしろ商業的には成功してるんじゃない？ストロクはプレステよりも PC の方が人口多いから関係ないだろ。そう聞くとやっぱりハードもソフトも持ってる任天堂は強いな。メディア展開うまいし。26年の夏にマリオ、冬にゼルダ公開したら派遣取りそう。そういえばカプコンピクチャーズを立ち上げたとかは何だったんだ。ペガ倒してエンディング後にゴーキチラ見せ。